こんにちは、秘密基地モータースの田本です。今回はインジェクターの清掃をやってみたいと思います。で、当初業者さんに出すっていう頭でいたんですけれども、どの業者さんに聞いてもやれるけど治るか分かんないよ、結局洗浄するだけだからねとか、いやそんな古いのはできないとか、皆さんね、いろんな業者さん、いろんなって言っても 2,3 社聞いてみたんですけど、どこに聞いてもちゃんとできるかわからないとか、もう一つはもうちょっとね、そんな古いインジェクターだとできないと、花から受付もしてもらえませんでした。で当然ね、できなかったらできなかったでいいんです。それでお金請求されてもね、やってもらうことには変わりないんで、そこでお支払いするのは別に問題ないんですけれども、多分そういうのでちゃんと治んないじゃないか、うわーんっていう感じで、クレーム言う方が多分多いんだと思います。ということで、皆さん難色を示し、どの業者さんに聞いてもできればやりたくないんだなみたいな感じの対応だったんで、だったらね、もう自分でやっちゃえと、やること一緒だよっていうような言われ方もしたんで、洗浄液がね違うとかあるんでしょうけど、そんな感じなんで、もう自分でやろうかなと思いました。ということで、超音波洗浄機を買ってみました。でこれね、ネットでも売ってたんですけど、たまたまロジャース行ったら売ってたんで、もうその場で買ってきちゃいました。なんでこれを使ってね、やること一緒だっていうことなんで、これとあと洗浄液ね、洗浄液はネットで自分でやられてる方がね、みんなフューエル1を使ってるようなんで、それに倣ってフューエル1使って、灯油でもいいかなと思ったんですけど、いろんなのね使ってやってみたいなと思います。でついでに買ったのがこれ、1リッターのガラスの、何これ、ビーカーじゃないけど容器ですね。一応1リッターなんで、インジェクターが多分570何 cc か 600cc、吹きっぱなしにして1分間で出る量なんで、こんだけあれば測れるなという思いで買ってみました。なんでできればね、洗浄じゃねえや、噴射テストまで自分の手でできたらいいなと思ってこれ買ってみました。使えなかったら使えなかったでね、バイクのフロントフォークをオーバーホールする時にでも使うかな、分かんないけど、あって邪魔ではあるけど、何かに使えるでしょうということで買いました。で新品で買うとね、1万円近くするんですけど、たまたまねヤフオクで安く出品してくれてる方がいたんで買ってみました。じゃあ始めていきたいと思います。で、始めていくんですけど、とりあえずね、こっちは RB 用です。でこれね、友達のインジェクターも詰まってるみたいなんで、俺のもやっといてなんていう風に頼まれたんで、ついでに一緒にやりたいと思います。一応ね手袋はしました。でも多分途中でやりづらくて外しちゃうかもしれないんですけど、特に自分の場合手がかぶれるとかないんで、その辺は特別な訓練を受けたわけではないんですが、手の皮が厚いのか分かんないですけど問題ないんですが、普通の人はしてください。でもう何日か前にもねやったんですけど、このキャブクリーナーでとりあえず中を一回中は溶かしてます。で前回これやった時も結構すごい色のものが出てきました。当然ね、これ今この状態でこれやっても頭から出てこないんですけど、表面的なところをねで
浸透する分には溶けてくれるかなということで、こんな感じでつけてます。本当はねこれ部屋の中でやるもんじゃないんでしょうけど、ちょっとあまりにも外が暑すぎて外なんかではやってられません。なんで部屋の中でやってます。ただ換気だけはしてください。まあここはねプレハブで換気しなくても十分換気されてるんで大丈夫です。はい、これコンセントつないだらもう電源入りました。あとはスタートを押すだけですね。あとこのタイマーをピッピッと押していくと切り替わります。なんで今回は5分やってみたいと思います。でこれねフュエル1入れます。うわもったいね。6本入りました。これをかけていきたいと思います。ではスイッチオン。洗浄して、バルブもね動くようになりました。こういうふうに線つないで、この先普通のバッテリーにつないでるんですけど、これは特に低抵抗とかっていうわけじゃないんでこのままいけます。なんでちょっとこれでね試してみたいと思います。で音拾えるかな。こんな感じでねインジェクターの回弁するようになりました。でこれを今度はバッテリーにつないで、今開きっぱなしの状態です。これねキャブクリ流してみるんですけど、こんな感じで出るようになりました。でこれで4つともね全部出るようになりました。なんでとりあえずね友達の分は終わりになります。であとはね後ほどまたちょっと燃料ポンプとかを使うんで噴射テストはまた後ほどになっちゃうんですけど、こんな形で洗浄してみました。とりあえず開通はしてます。であとはね量がきちんと出るかどうかなんですけど、それにはねまだちょっと機材をね自分でまた作らないとダメなんで、開通はしたっていうことで、同じようにね、GTR のこっちの方もやるんですけど、これは、12V 直で流すとなんか壊れるとかいう話もあるんで、テスターで測るとね普通に 12V 来てるんで 12V ぶっ込んじゃってもいいような気もするんですけど、まずドロッピングレジスター車から外してきて、そこを通してここにね電気入れてあげて、弁が動くようにねしてあげて、で同じようにね開通までいけると思います。じゃあそれをやっていきます。はい、ドロッピングレジスターね外してきて、この白い線こっからバッテリーから入ってくるんで、バッテリーのプラスからこう入って、この白い線のところを入って、残りの黒い線はね分配なんでどこでもいいんでこういって、でインジェクターですね。でもう一本はマイナスで、マイナスでオンオフなんでこれでやってみました。もう一本つないだ方をバッテリーのマイナスこれに入れてあげると弁が開いてくれればカチカチ言います。じゃあやってみます。おお、来てる来てる来てる。
OK ですね。車についてた時はねこの音すらしなかったんで、この辺もねうまく綺麗に剥がれてくれてると思います。残り5本も同じようなやり方でね、確認して、またさっきみたいに開通テストができてるかどうかを確認してみたいと思います。ちょっとね通りの悪いやつがあったんで、急遽取ってみました。こうまあ刺して、みんなねバルブは動いてくれてます。これもこんな感じでバルブは中の弁が開いたりしてる音は、インジェクターの音は出るようになりました。ただこれで今バルブ開きっぱなしにしました。でこれでやって通りがねすごく良くないのがあったんですよ。まあそれはよいしょ、これもそんなに良くないですね。こんな感じでねあんまり良くないんですよね。なんで開きっぱなしの状態で超音波かけてあげます。そうするとだいぶ通りが良くなるんで、途中でね弁閉じたり開いたりはしてあげたりもしながら、まあなるべくね基本的には開きっぱなしで、この中が通になった状態で洗浄液が入って、洗浄してもらうような格好ですね。でやってます。とりあえずそんな感じで、途中経過でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。